こんにちは、写真家の井上です。今回のゼミのテーマは雪の表現。雪がそこにあるというシーンは静寂や純粋さの象徴ともいえる素敵なものです。この美しさを写真に素敵な表現として残すためにどのようにすればよいのでしょうか。時間や天候によって変わる雪の質感や光の反射への対応も必要になります。また、降りしきる雪、吹雪く雪、樹氷、ダイヤモンドダスト、海氷など様々な冬ならではの被写体もしっかり抑えたいものです。では一緒にこれらの雪の表現を見ていきましょう。まず最初に考えるべきは露出。このシーンを見てみてください。これはおよそ僕が見ていた光景です。眩しい雪原にかすかに見えるエゾユキウサギの足跡を見つけた時のもの。子供の頃はもっと雪の表面の起伏が見えていたような気がしますが、年を重ねるごとに特に40代になってから見えにくくなってきたような気がしてなりません。それは置いといて、こんな感じに見えていました。雪は真っ白。かすかに雪うさぎの足跡見えますかね。そしてあるスマートフォンを取り出してカメラを起動して、特に何も調整せずにカメラ任せに撮影したのがこちら。特徴的なエゾユキウサギの足跡は見えてきたわけですが、問題はこの画面の暗さ、そしてほんのり青みがかった世界なんですね。なんだかいまいちです。雪のあるシーンでまず最初に考えるべきは露出です。雪は非常に明るいため、カメラが自動的に暗く露出してしまいます。これを防ぐためには露出補正を使って少し明るく撮影することが必要です。とはいえ、明るくしすぎると雪原の表面の階調がなくなってしまいます。ただののっぺりとした白いものになってしまうんですね。表現としてそれが良い場合もありますが、雪原の表面を見せたいときは明るくしすぎないようにする注意、そしてテクスチャを強調する編集が必要になることもあります。また、多くのデジタルカメラで雪景色を撮影するとほんのり青みがかって撮影されることが少なくありません。昨今の賢くなったカメラではホワイトバランスの修正は少しで済むようになっていますが、それでも私たちの目で見たものとは少し異なっています。撮影中または撮影後にホワイトバランスの調整をすると良いでしょう。こちらはさっきの写真を撮影後に明るさを取り戻すように少し明るくして、ホワイトバランスを調整して青みを少し取り除き、かつ雪原のテクスチャを強調することでエゾユキウサギの足跡がよく見えるように編集しています。撮影時にこういった調整を現場で素早く行うのは難しいことは少なくないので、8ビットの階調表現をする JPEG だけで撮るのではなく、豊かな階調表現でデータを記録できる10ビットの HEIF や14ビットの RAW で撮っておいて後で編集をするというのも一つの方法なのかなと思います。雪原を行く孤高のキタキツネを撮った1枚。オプタテシケ岳を向こうに見る丘に幾筋も残る彼らのパトロールの足跡も印象的です。雪を白飛びさせないギリギリの露出で撮影しておくことで、色の調整や雪原に残るテクスチャの編集が楽になります。このようなシーンではハイライト重点速攻が非常に有効で、画角内の最も明るい場所を白飛びさせないギリギリの露出を基準にして速攻してくれるので、露出ダイヤルプラスマイナス0にセットして露出のことは忘れて画角作りやピントを合わせること、そしてシャッターのタイミングに集中すれば良いということになります。雪の明るさ、白さはしっかりと写し残したいものですが、その時に雪の表面のテクスチャを残すべきかどうかは別の問題です。目が良い人や薄曇りの時であればテクスチャは見えていてもおかしくないかもしれませんが、日中の眩しい太陽の下ではいくら冬の太陽といっても眩しくて真っ白、それこそほとんど白飛びしているように見えていることも少なくありません。その意味ではこの写真のように積もっている雪の表面が見えていなくても問題がないという場合もあることを覚えておきたいものです。キタキツネの足元でかすかに見えるパウダースノーな雪だけで、この写真を楽しく見る人は真っ白になっている部分のことも自然に想像してくれているものです。雪原のテクスチャなんて見えなくたっていい、そんな割り切りの表現がこちら。この表現では雪原の起伏や積もった雪の模様やテクスチャなんかよりも、一列の可愛い防風林が画面の中へ横いっぱいに並ぶ方がずっと大事です。そして画角の中の色や形など様々な構成要素を大胆に排除することで、この並びがさらに際立つというものです。白く飛んだような写真は悪い写真だと決め込まずに、仕上がりの絵を想像して大胆に撮影したり現像したいものです。2つ目、雪の色。デジタルカメラで撮影する雪景色は青く映りがちなので、ホワイトバランスの調整が必要なこともあるという話を先ほどしていたわけですが、このシーンではどうでしょうか。雪原に青い色の何かが見えています。筋が見えてますよね。
これはこの画角の右手にあるカラマツ林が落とす影なのです。雪の上に落ちる影は人間の目で見るとほんのり青い色を帯びています。これをデジタルカメラで撮るとさらに青い色が強調されることがあります。この時青い影の青みをあえて残してあげて、結果的にはリアルな世界よりもほんのり強調して写真を仕上げるのも悪くないように僕は思っています。この写真は人間の目で見た時よりほんのわずかだけ青みを強くしているわけですが、これぐらいが青い空と白い雪との関係で収まりが良いのかなと思っています。黄金色の朝日がタンチョウたちのねぐらになっている川に差し込んできました。氷点下20度の気温に対してずっと暖かい川の水から立ち上る湯気、雪が積もった中州、無氷で覆われた川岸の木々も見事に黄金色に染まっています。真っ白な雪や氷はその風景を映すキャンバスなのかもしれません。ガラッと雰囲気が変わり、こちらは柔らかい色合いです。西の空が淡い桃色になった時、雪原は優しい紫色をほんのり帯び始めました。素敵なことは本当にあるもので、こんなところに夕方のパトロールをするキタキツネが通りかかったのです。僕は願ってました。稜線を行ってくれって。願いが叶うこともあるようで、この時は素敵な色合いの雪景色の中、最も素敵な稜線を歩いてくれたのです。写真をやって幸せを感じる瞬間の一つだったなと今でも思います。3つ目いきましょう。冬の撮影で忘れてはならないのが、雪片や氷片、雪のかけらや氷のかけらが空中を舞う様子をどのように映し止めるかという点です。撮影している時に雪が降り始めたら閉めたもの、しんしんと降る雪、吹雪く雪、地吹雪く雪などを様々なパターンで映し止めたいものです。こちらの写真は雪が舞い始めた時に空を見上げていたエゾリス。本当は騒がしいカケスがギャーギャーと騒いでいたので見上げていたのですが、ハラハラと舞い落ち始めた雪の空を見上げているようなストーリーがこの写真の中に生まれているのではないかなと思います。風景写真では絞って撮影するのが鉄則なわけですが、この時は違いました。大粒の雪がカサコソ音を立てて降ってきています。絞って撮ると雪の粒は小さく映るわけですが、絞りを開けて撮ると被写界深度、ピントが合う奥行きの範囲よりも手前に降る雪がボケて大きく見えるために、画角の中の雪の量が増えて見えます。こういう時はセオリーなんか気にせず EVF 電子ビューファインダーの表示を見ながら好きなように撮れば良いのかなと思います。ミラーレスカメラの素敵なところ、これから撮れるものが見えているということを生かした撮影手法ということができるでしょう。アルビノのエゾリスの周りに降る雪がふわふわの雪玉ボケになっています。大きなボタン雪がレンズとリスの間にわさわさと降っていたことに加えて、背景に常緑の松の葉があったおかげで暗い色になっていることが相まって、フラッシュを使わずこのような多くの雪玉ボケを映すことができました。一方でフラッシュを使って雪を映し止めたのがこちら。小樽運河に降る雪をフラッシュを使って雪玉ボケにしています。雪玉ボケの大きさの調整は絞り値を大きくしたり小さくしたりして行います。この時は F2.8 が最も良い感じでした。降る雪をフラッシュを使って撮影するときは、カメラ上部に乗せたフラッシュが光った時にレンズが影を作ってしまって、画面の下の方に雪玉ボケがしっかりと映らないことがあるので気をつけたいものです。カメラからストロボを離して使うことによって雪玉ボケの大きさや位置についても調整できることがあるので、ぜひとも挑戦してみてください。いつものお気に入りの白樺の林の前で撮ったしんしんと降りしきる雪を表現した1枚。シャッター速度を2500分の1秒にして雪玉ボケをほぼ完全に写し止めています。優しい印象の写真になっているかと思います。こちらはどうでしょう。いつものこの白樺林に吹雪がやってきたように見えます。実は前のカットから何分も経った後のカットというわけではなく、シャッター速度を前のカットの2500分の1秒から125分の1秒まで遅くして撮影しています。これによって降る雪が奇跡となって映り、吹雪の表現ができたというわけなんですね。雪の表現は露出や絞りだけでなく、シャッター速度によってもそのバリエーションを広げることができるのです。ダイヤモンドダスト、空気中を緩やかに舞う氷片、氷のかけらに太陽の光が反射してキラキラと輝くシーン。奥の木々あたりにピントを置くと、レンズとの間の被写界深度、ピントが合う範囲よりも手前を輝きながら舞う表現が光の大きなボケとなって映ります。200mm 前後の F2.8 から F4 あたりのレンズで撮影するとこのように映しやすいように思います。
ダイヤモンドダストが舞う位置はレンズから近いところのこともあるし、20メートル先にということもあります。比較的近くで待ってくれているなら、背景を寒々しい冬山の山肌まで遠くにピントを合わせなくても、もっと手前にピントを持っていくことで、ボケボケの背景で柔らかい背景としてダイヤモンドダストを取り残すことができます。ダイヤモンドダストの撮影においても、これから撮れるものが見えているというミラーレスカメラの恩恵が大きいということができるでしょう。標高の高い山中での一枚、雲の隙間から日が差した瞬間です。かすかにダイヤモンドダストが舞っているのが見えるでしょうか。ダイヤモンドダストを撮るというのは楽しいものですが、風景の中にダイヤモンドダストを添えるというのも悪くないかもしれません。こちらも雪の表現と言っていいでしょう。3月、雪解けとともに冬眠から起きてきたシマリス。寒さが緩んでくるこの時期は、日中に雪が溶けて夕方から朝方にかけてバシッと凍るのを繰り返すので、表面はザクザク気味になります。一冬分の木々や葉のかけらも溶けた雪の中からこうやって出てくるんです。そんな春の雪がシマリスの足元によく見えるような位置に、ちゃんとシマリスがやってきた時に撮ったのがこのカット。シマリスの足元にある雪の特徴で冬眠明けを語ることができているのかなと思います。今回のゼミでは雪景色の撮影についてその魅力とテクニックを多角的に紹介しました。しかしこれらの技術は雪景色だけでなく、写真撮影の基本として他の多くの場面でも応用できる重要なスキルと言えます。露出、絞り、シャッタースピードといった基本的なカメラ設定は写真の質を左右する決定的な要素です。これらを理解してそれぞれのシーンに応じて適切に調整することで、より印象的な作品を生み出すことができます。そして撮影後の編集過程で色温度やテクスチャの調整は写真に深みとリアリティを与えるために不可欠と言えるでしょう。特に雪の表現においては、その質感を如実に反映させることで視覚的な寒さや静けさを感じさせることができるのです。今回のゼミで学んだことを他の撮影に応用することで、皆様の写真表現の幅はさらに広がることと思います。ぜひカメラを持って自然の中へ足を踏み入れてみてください。そして今回ご紹介した技術を使ってその瞬間、その感動を形に残してみてください。今回のゼミが楽しかった、ためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは安全に、そして楽しい撮影を。